は極上のワイバーンが入ってるぜ。早い者勝ちだ。こっちはケイトスが大量だよ。いらっしゃい。あら白猫ちゃん、大きなリュック背負って仕事帰り？魚持ってきな。ありがとうなのです。おお、白猫の嬢ちゃん、今日もでけえものだな。うちの肉も持ってきな。嬉しいのです。いやー、白猫ちゃん、野菜も食べないと大きくなれないよ。果物は美容にいいからちゃんと食べるんだぞ。みんなこんなにたくさん悪いのです。なーに、普段から仕入れで世話になってるお礼だからよ。子供が遠慮なんかしないでいいんだよ。ありがとうって持ってきな。妹さんの看病で大変なんだろ。獣人は持ちつ持たれつだ。みんなありがとうなのです。このお礼は必ずするのです。白猫お姉ちゃん、また魔物の倒し方教えて。私も白猫さんみたいに強くなりたいです。ダメなのです。戦うのは私の仕事なのです。子供たちはしっかり遊ぶのです。白猫ちゃん、うちのミルクも持ってきなよ。出来たてのスープもあるよ。ありがたいのですが、これ以上は持てないのです。ただいまなのです。ミネコ、今帰ったのです。おかえりなさい姉さん。相変わらず人気者だね。私たちが食べきれない分はまた困ってる人たちに配るのです。それがいいよ。ミネコ、姉さんごめんね。絶対に私がミネコを元気にしてあげるのです。だからミネコも頑張るのです。約束なのです。私も頑張るから約束。忘れられない手の感覚が通り過ぎていく、日常を壊していく。後悔を消して夜の色、僕は染まる。思い出せるかいあの日の約束を。人は魂選んでみる。でもそれでも惹かれ合うから。逃げないよ絶対だからやめない叫べ Continue Distortion。 絆あなたの声が手を溶けて切な模様が明るい。助けを呼ぶ声が聞こえたから。あなたは一人じゃないよ、そばに置いてよさえ怖くないように。どう回りでもいい、聞かせてよ。嘘みたいだねって笑うあなたにありがとう。夕日までああ、急に言われたってすぐに出せる船なんかねえよ。人間は買えるな。いや、俺らマジで急いでんだ。金は出すし贅沢は言わねえ。おっちゃんの背中でもいいからさ。俺は船じゃねえ。いいから切れ。
だってよ、やっぱリヴァイアしかねえかな。ここまで3日3晩全力で泳ぎ続けた私に何が言いたいのねえ。あ、悪い。こんな時に頼れるのはリヴァイアしかいないから無理させちまって。それなら最初からそう言えばいいのに。まあ明日まで休ませてくれたらまた泳いでもいいわよ。明日なら船の用意できるぞ。あ、マジ？じゃあ頼むわ。あんたたち少しは空気読みなさいよね。怒るなって。まあ今日はうまいもんでも食って久々にベッドで寝ることにしようぜ。宿なら近くにあるぜ。お、リヴァイア行ってみようぜ。いつもありがとうなのです。高価な薬を調達してもらって。気にしないの。白猫ちゃんの頼みだし。それに妹さんのために頑張っているお姉ちゃんは応援したくなっちゃうのよ。黒犬さんにも姉妹が？そんなことより次の依頼ちょっと厄介そうなの。これは殺しの依頼なのですか？この依頼を完遂できれば一生遊んで暮らせるくらいの報酬がもらえる。そしたらもう薬代なんかで苦労しなくて済むようになるわ。黒犬さん。怪人使いの荒い人間よね。ああ、甘いものが食べたいわ。わかったわかった。いらっしゃいませ。ご宿泊でしょうか？ああ、2人で1泊空いてるか？ベッドがふかふかの部屋にしてちょうだい。そうだ、この辺でなんかうまい飯食えるところってあります？そうですね、近くに獣人料理の名店がありますよ。私甘いものがいい。もしくは魚。ミネコはもう食べないのですか？お腹いっぱいになっちゃって。せっかく用意してくれたのにごめんね。姉さんどうかしたの？なんでもないです。今日は今からもう一仕事あるので、ミネコは先に寝て待ってるのです。眠ったみたいよ。まだ迷ってるの？大丈夫。もう決めたことなのです。黒犬さん。その姉さんって呼んでもいいですか？ミネコの薬も身寄りのない私たちが生きてこられたのも黒犬さんがずっと面倒を見てくれてたからなのです。だから私にとっては姉さんみたいなものなのです。この仕事の報酬が入ったらどこか静かな場所でミネコと3人一緒に暮らすとか楽しそうだなって思うのです。ずいぶん勝手なことを言うのね。そうね。姉さんでも何でも好きに呼びなさいな。妹ができるのも悪くないしね。だからちゃんと依頼を果たしなさい。ミネコを悲しませないためにも。約束するのです、黒犬姉さん。
姉さんね。懐かしい響きだわ。幻影魔法。そういうことだ。へ、やるじゃねえか。お前もトーマの手先か？その人は知りませんが、訳あってお命をいただきたいのです。部分重化。へえ、面白い技だな。行くのです。街中でそんなのぶっ放したら危ねえだろうが。お？これって呪いの魔力。ああ、間違いねえ。こいつがどっかから持ってきたみてえだな。よう、起きたかよ。お前、姉さん、やめて。ミネコ。セツさんたちが倒れてる姉さんを見つけて連れてきてくださったんです。し。それはありがとうなのです。事情は大体聞いた。お前、妹のために危ねえ仕事してんだろ。言っとくけど、これ病気なんかじゃねえぞ。ブレイクライト。何これ。カーストマジック。こいつは病気なんかじゃねえ。強力な呪いだ。しかもこれだけ強力な呪い。やっぱりトーマだ。今はこいつをどう助けるかだ。呪いってミネコは助かるのですか？お願いです。何でも言うこと聞くのです。ミネコを助けてくださいです。お願いなのです。任せとけ。妹は俺が絶対助けてやる。ちょっとだけしんどい思いさせるけど頑張れるか？はい、お願いします。起きろ大食い。何ですかストレ。こいつはな、俺のとっておきだよ。大食い、この呪いを食らい尽くせ。
困るんですよ、勝手なことをされては。セツ、危ない。何？おい白猫。命令を遂行できないどころか標的をかばうとはね。あいつ宿屋の。でも今やめるわけには。勇者説、あなたはこの黒犬が拘束します。私を無視なんてずいぶん舐めた真似じゃない。リヴァイア、そいつ結構やるぞ。大丈夫か？誰に言ってんの？私は怪人よ。こしゃくな。その魔力、やはり海を司る神がなぜ人間などに。そういうのいいからとっととかかってきなさい。いかな海の神とはいえ陸ではその力は発揮できないのですよ。その命頂戴する。残念だったわね。かみすぎ。私のいるところが海なのよ。答えなさい。トーマの目的は何？素直に言えば命までは取らないわ。今さら私が命を惜しむなど。黒犬姉さん、どうしてこんなことするのです？白猫姉さんね。ヘドが出そうな響きだわ。姉さん、こんな命令も果たせない無能なダネ子が姉さんなんて呼ぶんじゃないよ。もういいわ。黙りなさい。トーマ様の目的は神となってこの世界の種族すべてを滅ぼすこと。私たちはそのための忠実な手駒よ。神ですって。たかが人間がそんなものになれるのですよ、あのお方ならば。逃げたか。大丈夫、もう大丈夫だよ姉さん。うまくいったみたいね。ああ、おかげさんでな。これデザスん時と同じ首輪だ。トーマのやつ神になるた相変わらずのぶっ飛びっぷりだな。でもこの世界を滅ぼそうって言うなら。ああ、ぶん殴ってでも止めねえとな。ようやくゆっくり寝られると思ったのに、夕べも大変だったわ。せっかくいいベッドだったのに、まったくだな。でもなおさら獣王にも会わないといけなくなったわね。ああ、また世界平和のために全員で剣を並べる日が来るなんてな。お？
あれはあそこにつけてくれ。はいよ。また戦いになるなら私たちも一緒に連れて行ってほしいのです。私たちも2人なら戦力として役に立ちますから。今王とレグダムに入るなら獣人を連れていた方がいいのです。ミネコを助けてもらった恩返しもしたいですし、それに私たちはもう一度姉さんと会って話がしたいのです。お前らきつい戦いになるけどいいのか？わかった。んじゃ行くか。はい。よし、出してくれ。待ってるよ、トーマ。次回決闘するのは2度目です。どうしたろうは、獣王の娘ってのはこんなもんか？こんな認めないぞ。節が私の主人だなんて。いや、別に俺は主人になるなんて言ってねえけどな。いくら世界を救った勇者でも父ちゃんが認めたとしても、私に勝たなきゃ主人なんて認めてやらないぞ。わかったわかった。じゃあ来いよ。決闘が獣人族の流儀だろ。んだよ、来ねえのか？行くに決まってんだろ。余裕ぶってられるのも今のうちだぞ。上等だ。いい根性してるぜ。忘れられない手の感覚が通り過ぎていく、日常を壊していく。後悔を消して夜の色僕は染まる。思い出せるかいあの日の約束を。人は魂恨んで憎んでもそれでも惹かれ合うから。逃げないよ絶対だからやめない。叫べ
次までだからむざむざ攻め込まれるのを待つ必要がどこにある。魔族国も人間国も力でねじ伏せればよいのだ。だからそれが考えなしだと言っているのだ。そうだ、まずは民を守ることこそ獣人の誇りではないのか。黙れ腰抜けども、そんな弱腰のどこに誇りがあるのだ。なんだその言い草は。戦うにも準備というもんがあるだろう。敵に攻め込まれてからでは遅いのだぞ。誇りだ。俺に回っては民を守るもクソもないわ。ロア、何父ちゃん。ちょっと出てくら。ならば拳で決着をつけようぞ。望むところ決闘だ。だから俺はレグルスの知り合いなの。大事な用があって来てんの。この戦時に獣王様を呼び捨てにする人間など信用できるか。見逃してやるからとっとと去れ。私たちの主人なのです。だから通してほしいのです。まだお返事をもらってないので候補ですけど。なんだ貴様らは。お前らの主人だろうが知ったことか。帰れ。全然ダメじゃない。それなりに顔は売れてるはずなのですが。あーもうめんどくせえな。もう前と同じようにここから飛んで。その匂い、その気配。ちょっと見た目が違うけど、やっぱりセツか。ああ、ロアも相変わらずだな。ロアって獣王様の娘。ロワ・レオネール様。会いたかったぜセツ。相変わらず強えな。さすが私の主人になる男だぜ。だから主人にはならねえって言ってんだろ。なんだよ、久しぶりだからって照れてんのか。違うわ。本当に獣王様の娘なのですか。一応ね。和平調停の後にいなくなったって聞いて心配してたんだぞ。帰ってきたなら一番に私のとこ来いよな。悪かったっていろいろあってな。お二人ともさすがに人前ですから。羨ましいのです。5年経っても変わらないわね。セツ会いたかったぞセツ。エグルスオラ。相変わらず強いなセツ。さすがは俺と肩を並べた英雄だ。だから俺は英雄なんかじゃねえって言ってんだろ。さっきも見たわよねこれ。おそっちこそ相変わらずみてえだな。変わったといえばセツ、すっかり見た目が変わってるようだが、この匂い、そして気配、やっぱりセツだな。セツだ。当たり前だ。いやー、またセツが帰ってくるとはめでたい。早速宴だ。いや待て、やはり拳でしか語れぬものよ。し合おうぞ。宴前の宴だ。それも面白いんだけど、訪ねてきたのはちょっと急ぎの用があってな。人間国と魔族国で起きているという戦争のことか。ああ、トーマが生きてやがった。裏で糸を引いて全種族の抹殺を企んでやがる。そんなことを聞かされたら
我がズードラども俺も生還しているわけにはいかんな。いや、トーマはここにも何か仕掛けてくるかもしれねえ。ええ、レグルスはここから後方支援をしてもらった方がいいと思うわ。じゃあ父ちゃんの代わりに私が行くしかねえだろな、父ちゃん。確かに立場も実力も俺の代わりならばロアが適任だが、しかしやはりここは俺が。お待ちください、獣王様。人間も魔族も我々獣人とは元来敵同士。自国にも危機が迫っているならば、なおさら他国のために割く戦力などはありません。誰？ズードラド軍団長ルーガ、そしてロアさんの婚約者だ。あ？ルーガの言うことももっともだが、俺の戦友で勇者説の頼みだぞ。その勇者は5年もの間音沙汰がなかったのです。今も我々の味方だという保証がどこにあるのですか？バカ言ってんじゃねえ。説は信用できるに決まってんだろ。なんせ私の未来の主人だからな。しかし5年もロアさんを放っていた男です。帰ってきたからといって今さらロアさんを渡すわけにはいかない。どちらにも理はある。ならば獣人が意見を通す時の流儀は何だ？勇者説、獣人の誇りをかけて貴様に決闘を申し込む。この決闘、獣王レグルスが立ち会い人となり、勝者をロアの婚約者とする。いや、そもそもがロアとの婚約の話じゃないんだけど。では明日の勝負、闘技場で待つ。首を洗って待っていろ。悪いなあ、節。こうでもしないと獣人は融通が利かなくてな。だく面倒な話にしやがって。まあ分かりやすいのも獣人族の良いところだ。決闘に勝てば戦力もロアも手に入って一石二鳥だぞ。私だって主人は説だけしかありえねえ。ルーガを諦めさせるためにも頼むよ。だくしゃあねえな。なんだかんだ優しいんだよな、説は。私たちも説に主人の予約を入れてあるのですが。私も。ややこしくなるから今は黙ってなさいな。ルーガ、ちょっといいかい？ロアさんか。悪いことは言わない。説とあんたじゃレベルが違いすぎる。やめた方がいい。俺だってそれなりの武人だ。拳を交えずとも勇者説と自分の桜井を分かるさ。だが獣人としても男としても引けないことがある。ルーガ。それに賞賛はゼロじゃない。東方の呪術師に刻んでもらった思いを強さに変える呪術だそうだ。呪術ってこんなものに頼るなと獣王様は言うかもしれない。だが俺はロアさんを守れるのならば、この身がどうなろうとも誇りを失おうとも構わない。こんな時でも私の方は見ないんだね。そういうとこだよ。あんたを好きにはなれなかったのはさ。やっちまえルーガー！人間にゼードラの軍団長の力を見せてやれ！いけいけ！負けるなのです。セツさん、頑張ってください。わ、めちゃくちゃ大ごとになってんじゃねえか。
獣人はお祭り好きだからね。いっちょ頼むよ、未来のご主人。何すんだよ。獣人流のおまじないだよ。そんなんなくたって楽勝で勝てるわ。決着は戦闘不能になるか降参をするまで。陽の拳に誇りを宿し、いざ勝負の時。それでは我が娘ロア・レオネールとの婚約をかけた勝負始め。思ったより早えな。もらった。そうおい、とっとと全力を出せよ。ちんたらやってたって仕方がねえだろ。後悔するなよ中華。セツ、油断するな。重化したルーガの戦闘力は人型の何倍にも。よいしょ。マジかよ、圧倒的じゃねえか。重化したルーガがああも一方的だなんて。すげえ。セツ最高。愛してる。やっぱセツは見た目が違っても最強だ。もう十分だろレグルス。これ以上続ける意味はねえ。婚約云々は置いといて、ひとまずロアだけ貸してくれ。避けるな、まだ勝負は終わって。獣人の誇りってやつをこれ以上傷つけるつもりはねえ。もうやめとけ。俺には任す価値もないと、そう言いたいのか。絶望するか嫉妬するか、高みの存在に。憎悪するか、無力な自分に。上等だ。いい根性してるぜ。ほらもっと来い。おって相手の様子が変なのです。この嫌な感じ。絶対に負けられねえか。この力あれはトーマの呪い。セツ、危ない。いかん、観客を避難させろ。なんつうパワーだ。でもこんな呪いの力を使ったら。セツ、これを。おとなしくさせねえとやべえな。くそ、再生までしやがるのか。ルーガ、決闘は中止だ。やめろ。危ない。不用意に近づくな。呪いが移っちまうぞ。からせめて獣人の戦士として私がルーガを。いや、まだ一時的に呪いに支配されてるだけだ。死なせたくねえ。何か案があるってこと？ああ、こんだけすげえ呪いだと一か八かだけどな。ただしその間俺は無防備になっちまうから。任せろ。絶対に私が守ってやる。起きろ大食い。この呪いを食らい尽くせ。
ダメだよ。こんな雑魚のために節の手を煩わすなんて。久しぶり。会いたかったよ、節。トーマ、お前怒ってるの？節の大事な魔力を使わせようとしたんだから仕方ないでしょ。ごめんね、本当はちゃんと会いに行きたかったけど、そっちには行けなくてさ。でも僕は節なら戻ってくるって信じてたから、また会えて嬉しいな。お前がルーガをそそのかしたのか。やめろロア。幻影でもトーマに迂闊に近づくんじゃねえ。獣臭いメスが僕と節の会話の邪魔をしないでよ。やめろトーマ。へえ、そういうことするんだ。たかが獣人のメスのために僕に剣を向けるなんてさ。やっぱり節は僕じゃない人を守るんだね。約束したのに。僕以外の誰かを。いいよ、それでも僕が節を幸せにしてあげる。僕だけが節に幸せをあげられるんだ。余計なもの、節を食べらかす人間も魔族も獣人も残らず全部殺してあげるから。何もかも綺麗になった世界で僕と節が神になって静かに暮らすんだ。素敵だよね。うるせえヤンデレ野郎。てめえが何を考えてようが知ったこっちゃねえが、罪もねえ奴らに手を出すなら俺はまたお前を切るぜ。やっぱり僕に剣を向けるんだ。そうだよね。それでこそみんなの勇者だもんね。ディスティニアの魔族大陸への侵攻は始まった。もう世界は動き出したんだ。そこから間に合うかな。みんなを守れるかな、勇者節。元気な顔が見られて嬉しかったよ、節。僕は今度こそ君を手に入れてみせるから。すまなかった。俺が決闘など了承しなければ。レグルスは悪くねえ。だけど干渉に浸るのは後だ。今は下を向いてる場合じゃねえだろ。ああ、そうだな。俺たちはすぐに魔族大陸へ向かってトーマを止める。うん、すぐに船を用意させよう。我がズードラド軍もすぐに戦闘準備をして後を追う。ああ、頼りにしてるぜ。大丈夫か、ロア。らしくねえな。当たり前だろ。干渉に浸るのは後だ。今はやるべきことをやらねえと。ああ、そうだな。見てろよ、ルーガ。物語は何度でもここから始まってゆく。大抵はハッピーエンドへと続いてく。故に起承転結、僕らのコーナーで転がってゆく。幸いまだペンは握って離
して物語は何度でもここから始まってゆく Be Ambitious。 次回異世界召喚は1度目です。なんだよこれ。ここってどこ？おお、成功だ。召喚が成功したぞ。勇者だ。神がディスティニアを救うために勇者を使わしたのだ。そなたらこそ異世界より来たるまれびと、神が使わした旧国の勇者だ。てめえら何勝手なこと抜かしてやがる。んなもん了承した覚えはねえ。勇者だかなんだか知らねえが、こっちは急に呼び出されてわけわかんねえんだよ。そっちの都合ばっか押し付けようとしてくんじゃねえ。勇者よ、そなたの名は？節。俺の名前は節だ。節さん。忘れられない手の感覚が通り過ぎていく、日常を壊していく。後悔を消して夜の色、僕は染まる。思い出せるかいあの日の約束を。人は魂ランでいく。でもそれでも惹かれ合うから、逃げないよ絶対だからやめない叫べ Continue Distortion。 絆あなたの声が手を溶けて切なボリュームが上がる。助けを呼ぶ声が聞こえたから、あなたは一人じゃないよ、そばに置いてよさえ怖くないように。どう回りでもいい、聞かせてよ嘘みたいだねって笑うあなたにありがとう。夕日まで節さんはなんでそんなに冷静でいられるの？急にこんなわけのわからない世界に呼び出されたのに。ここは魔物やら魔王やらがいる世界なんだろう。それなら何をするにしてもとりあえず強くならなきゃじゃねえか。僕はそんな風には思えないよ。こんな異世界に来て戦争をするなんて、そんなの嫌だよ。怖いよ。んなこと言ったってしょうがねえだろ。連れてこられちまったもんはよ。だって戦争だよ。こんな知らない場所でどこの誰かも知らない相手と命を奪い合うなんて、そんなの間違ってるよ。そりゃそうだけどよ。だからって俺らが今何もしない理由にはならねえだろ。そうだけど。同じ召喚された者同士、せいぜいあがいて生き残ろうぜ。生きてさえいりゃきっとどうにかなるからよ。節さん。なあトーマ。え？戦争止めちまおうぜ。俺らで。止めるって。お前の言う通りだぜ。こんな知らねえ場所で知らねえ相手と殺し合いやるなんて間違ってるよ。無理だよ。僕らが何したって戦争なんて止められない。それに僕は節さんみたいに強くないから。俺たちは
選ばれた勇者だろ。無理かどうかやってみなきゃわかんねえじゃねえか。それに俺らは同じ境遇の2人だけの仲間だろ。言うなりゃ同郷の兄弟だ。だからお前のことは俺が守ってやるよ。セツさん。じゃあ俺にさん付けも卒業だな。約束だよ、セツ。ああ、約束だ。セツ、本当に行っちゃうの？ああ、だいぶ強くなったしな。戦争を止めるためにもちゃんと自分の目で世界を見ときてんだ。ごめん、やっぱり僕はまだ怖くて。でも僕はちゃんと強くなるから。強くなって戦争を止めるために戦うから。だからその時はまた。ああ、お互い立派な勇者になってまた会おうぜ。約束だ。約束だよ、セツ。勇者トーマよ、そなたの挙げた戦果と勇敢さ、変わらぬ愛国心とたゆまぬ奮励を表し、ここに騎士の爵位と白銀の勇者の称号を与えるものとする。この身に余る光栄、ありがたく頂戴いたします。トーマ様、やりましたね。ついに騎士ですよ、騎士。いずれは召喚、いえ元帥になってこの国を動かす立場にだってなれますよ。それは気が早すぎるよ、みんな。セツ、君と交わした約束にまた一歩近づいたよ。強くなってもっと偉くなって、そしたらきっとこんな戦争なんか終わらせられるから。できますよ、トーマ様なら。僕は夢のために進む。みんな僕のために死んでくれるかい？もちろんです。我々の命はトーマ様のために。さあ行こう、みんな。僕の理想の世界へ。次に死ぬのは僕らの方だぞ。まさか白銀の悪魔だ。ここは我々は降伏する。だから命だけは助け。ダメだよ、戦争は終わらせなくちゃ。トーマ様、神殿内の制圧が終わりました。お疲れ様。じゃあ生存者で隊を組み直してすぐに出発するから。はっ。弱き者、哀れなる者、世にあるべからざる者。誰？見えるぞ、お前の心が。
弱き者の羨望が絶望が憎悪が。そう、興味ないよ。お前が奥底に秘める本当の望みを。本当の望み。僕の望みがお前なんかに。私が叶えてやろう。その力と定めを与えてやろう。僕の望みは。お前の望みを叶えるために。さあ。できますよ、トーマ様なら。僕は夢のために進む。みんな僕のために死んでくれるかい？もちろんです。我々の命はトーマ様のために。次の敵、僕は戦わなくちゃ。約束が、夢が。トーマ様！ボートより緊急の伝令。和平による停戦のため全軍直ちに戦闘を中止せよとのこと。和平？その和平調停の使節団が間もなくこの戦場を通過。我々はその安全を確保せよとのことです。この魔力は。うまいんだよ。うまいと言われてもな。信じねえな。この口で味わうまではな。顔食べる。どうしてそこに節が？次に和平記念碑の除幕式を行います。長く続いた戦いの終結と悠久の平和への思いを記念して、いざ。乾杯！今夜は祭りだ！平和に乾杯！戦争は終わったんだ！どうした？しけたつらしてよ。節、すごいね。節は本当に戦争を終わらせちゃうなんてさ。別にあちこち行って好きにやってきただけだぜ。大したことなんざしてねえよ。そうかな。僕にはとても同じことはできないよ。んなことねえって。お前だってめちゃくちゃ偉くなってんじゃねえか。すげえよ。僕は約束を、節との約束をこんな形でしか。節様、早く来てください。主役がいなくちゃ祝賀会にならないですよ。ああ、悪い。今行くからよ。ってことで悪い。トーマの元気な顔も見られて安心したぜ。節。お？あ、その僕もこの世界で頑張っていろんな場所に行って、それで神殿で望みを叶えてくれるって聞いて、だから僕の望みは。お？節、
戦争も終わったことだし、僕と一緒に元の世界に戻らない？実はね、僕帰る手段も見つけたんだ。帰る？どうしてだよ。ようやくバカバカしい戦争が終わったんだぜ。見たこともねえ、物も景色も山ほどあるし、のんびり楽しい異世界ライフはこれからだろ。どうしてセツが僕にそんなことを。絶望するか果たされぬ誓いに、羨望するか見えている景色の違いに。まあお前は向こうに戻っても元気でやれよ。じゃあなトーマ。ダメだよセツ、ダメだ。また僕を置いていくなんて。セツは僕と約束してくれたじゃないか。だからセツのそばにいるのは僕じゃなくちゃダメなんだよ。絶望するかこの世界に。セツ、分かったよ。邪魔なものは全て壊そう。人類も魔族も獣人も全部殺しちゃおう。そうすればセツも元に戻ってくれるよね。おいトーマ。そう、セツは僕だけを見てくれていなくちゃ。他の人に取られちゃうくらいならいっそ。おげトーマ。いいよ、すごいよ。さすがはセツだ。トーマ、正気に戻れ。正気じゃないのはセツの方だよね。セツ様？何あいつら。そっか、セツはあいつらにたぶらかされたんだね。お前何言ってんのかわかんねえよ。僕の邪魔をするやつなんて、セツをたぶらかすやつなんていらない。僕とセツ以外この世界に誰も必要ないんだ。ねえ、僕の願いなんて何一つ叶わなかったじゃないか。もう疲れちゃった。僕は最後まで一人だったな。なんだこれは。ほらさっさと歩け。これより本日の実験を開始する。魔力レベル上昇。危険です。我々がデータ収集が優先だ。了解。やっぱり姉妹なら魔像移植の拒絶反応は起きないのか。すぐにもう一匹の魔像も移植するぞ。やだ、もう実験は嫌だよ。誰か助けて、出して、ここから出してよ。私は絶対に生きてここから出てやる。絶対に。
絶対に絶対に。この世界に私らが生きられる場所なんかないわ。やだよ、もう嫌。やだ。死ぬことも生きることも許されない世界などいっそ。なんだ、僕にも仲間がいたんだ。いいよ、僕が君たちを救ってあげる。何が起こっている？上空より何者かの攻撃を受けています。持ちません。崩れる。出せよ、ここを開けろっつってんだよ、クソどもが。いやさあ、これで君たちは自由の身だよ。僕と来ないか？こんな絶望しかない世界を壊すために。こんな世界を壊すために。君もおいでよ。僕らは同じ世界に拒まれた者同士だから。元気な顔が見られて嬉しかったよ、セツ。僕は今度こそ君を手に入れてみせるから。みんな待たせたね。僕の傷も完全に癒えた。みんな準備はいいかい？さあ、一緒に世界の終焉で神になろう。物語は何度でもここから始まってゆく。大抵はハッピーエンドへと続いてく。故に起承転結、僕らのコーナーで転がってゆく。幸いまだペンは握って離さない。インクが滲んだってほら次のページへくしゃくしゃになったってやり直せない日々を綴れ。いつか蘇ったるを今を愛しく思えるより。今の僕たちはきっと今だプロローグで浮き足たちで不透明な水も甘いのかき殴れ。そして僕たちはいつかピリオドの向こうであらこだ笑いながら交代しよう。何度泣くとしたって最後の最後笑えればいいさ。そして物語は何度でもここから始まってゆく。The Ambition。 次回、戦場に来るのは2度目です。大将軍様、上陸予定海岸に接近。間もなく上陸を開始します。よいか。こたびの戦争は偉大なる国王様の命だ。忌まわしき魔族どもに我ら人間の力を思い知らせてやれ。わずかだけどトーマの魔力を感知した。
あの大陸にいるのは間違いない。つまり僕たちの本当の敵は魔族国ではなくトーマで間違いなさそうだね。だけど将軍たちはあの様子だ。僕らがトーマが絡んでますなんて言って説得したところでスパイ扱いされるのが関の山だろうな。でもこのままじゃ魔族国と必要のない戦いを始めることに。セツさんからはまだ何の連絡も来てないのかい？ユキ君はきっとこの戦争を止めるために頑張ってます。実は俺この世界に召喚されるのは2度目なんだ。2度目？だからこの戦争を止めるために昔の知り合いに会ってくる。ユキ君がどこかに行くなら私も行く。ユキ君と一緒に行きたい。私きっと役に立つから。だからダメだ、夕日には危険すぎる。それにこれは俺がやらなきゃいけないことなんだよ。でもそれなら余計に。お前を危険な目に遭わせたくないから俺は行くんだ。私はユキ君を信じてます。つまり僕たちがやるべきことはセツ様が来るまでの時間稼ぎってことですね。夕日、この戦争はできるだけ犠牲者を出さないようにしないといけない。今の夕日ならきっとできるよ。自信を持って。はい。もう一度みんなで掴んだ平和を取り戻そう。はい。忘れられない手の感覚が通り過ぎていく、日常を壊していく。後悔を消して夜の色僕は染まる。思い出せるかいあの日の約束を。人は魂恨んでみくでもそれでも惹かれ合うから逃げないよ絶対だからやめない叫べ絆あなたの声が届けて切なボリュームが上がる。助けを呼ぶ声が聞こえたからあなたは一人じゃないよ、そばに置いてよさえ怖くないようにどう回りでもいい聞かせてよ。嘘みたいだねって笑うあなたにありがとう夕日まで。いいか、僕たちは側面から回り込んで敵を叩く。はい。魔法兵目標前方の敵陣突撃だぞ。敵を一歩も陣内に入れるな。今だ、行け行け。
逃げる敵、負傷した敵の深追いはしないで。敵の注意が正面を向いたタイミングを見計らって一気に突破します。はい。よし、行くわよ。どうしよう。とにかく戦わなきゃよ。ああ、やられる前にやるんだ。おう、やるぞ。みんな待って、置いていかないで。もらって怪我してない？ゆきちゃん、ごめんなさい。私怖くて何もできなくて。謝ることじゃないよ。私だって怖いもん。でも無理しちゃダメだからね。やってやったぞ、チキショー。これは戦争なんだ。殺さないといけないんだ。恨むなよ、俺を。なんだよ、花柱。もうその人動けないんでしょ。だったらなんで止めるんだよ。殺さなきゃこっちが殺されるんだ。それが戦争だろ。だからって傷ついた人を、戦えない人を殺してもいいっていうの？そんなの間違ってる。ご立派ご立派。でもさ、命まで奪っとかないとこうなっちゃうよ。あれはあの時のやつだ。何者だ。お前らどこの部隊の。新手か。殺せ。援軍なのか。よし、ここから盛り返して。強化。まずいな。みんな冷静じゃなくなっている。ねえグレイン、こいつらはもしかして。ああ、どうやら中身は人間だ。なんてひどいことを。あの赤髪の剣士、何か。そんな、まさか。間違いない。あの剣士は。アリゼ。なんだ、知り合いだったの？ああ、元はみんなセツのパーティーなんだっけ？あなた、アリゼに何をしたの？強かったからね。お人形さんになってもらっちゃった。人形？あなたたちも私の操り人形にならない？そうすればずーっと一緒だよ。そうだ、みんなでさ、お人形パーティー組んじゃおうよ。ねえ、ふざけるな。エルカ。マリアレックマジック。アリゼ、私です。エルカです。わからないのですか？アリゼ。あなたたち
ちはこっち。何をしているんだ。あれはただの血じゃない。魔力の塊。つまりあいつは。ああ、自己紹介がまだだったね。私魔物使いのメルアーっていうの。よろしくね。それとさよなら。縫い付けろつらら落とし。引け残火。まだまだやっちゃえ。艦長上がり。助かったよティア。メルアを仕留めます。二人は残りの魔物たちを。皆さんお待たせしました。どうする？全滅しちゃったよ、あなたのおもちゃたち。なんなのあんたら。改造も薬もなしでずるいじゃん。ずるいよそんなの。ああもう殺せ殺せ殺せ。アリセ、あいつらを殺せ。ごめんアリセ。アリセやば。魔像を貫きました。もう終わりです。人の命をもてあそんだ報いよ。死ねるかトーマ様。トーマ様のために。バカな。魔像を潰されて生きていられるはずが。魔力が高まっていく。私はね、体を改造されてるの。肺と心臓と魔像があんたらより一つ多いんだ。もう化け物だよね。私たちは兵器として作られた。やだ、もう実験は嫌だよ。誰か助けて。やだやだよ、もう嫌。あの時トーマ様に助けてもらえなかったら。だから私はこんな世界をぶっ壊すためにトーマ様のために戦うんだよ。行くよリミットブレイク。リミットブレイク。己の限界を超える切り札。でもその代償は。何あれ。ヒマイラ。
ルフェットマリオネットドー魔力に命と憎しみをくべてる。さあみんな、私たちのために死んで。優秀でしょ。私の一番のおもちゃだもん。ほらほら、これ避けちゃってもいいの？夕日、はいやるじゃん。でもいつまで耐えられるかな。きついかも。やだ。エルカ、何か手立ては。クレイン。しんど。でも壊さなきゃ、壊さなきゃ。私のことを愛してくれないこんな世界なんて覚悟しな。アリゼ。なあアーメル、ここはいい村だな。食べ物も美味しいし、村人たちも優しい。私も少し旅に疲れたし、この件が片付いたら少し滞在させてもらおうかと思ってる。どうぞどうぞ。この家は私一人じゃ広いですし。だからその間、私を姉だと思ってくれてもいいぞ。本当に私のお姉ちゃんになってくれるの？ああ、私なんかでよければだけどな。はい、お姉ちゃん。空っぽになったね。回復魔法が効いている。ひどい傷だけど一命は取り留めたようだね。ええ、本当によかった。おかえりなさい、アリゼ。はあ、これほど強いなんてね。みんなも少し休まないと。影よ。あいつ相当な強さですね。今はきつい相手だな。ここは私が戦います。皆さんも下がってください。夕日、無茶だよ。あなたには荷が重すぎる相手です。下がりなさい。それでも言ってくれたじゃないですか、私も仲間だって。それにきっとユキくんなら戦うと思うから。夕日。分かった、任せよう。今の僕たちよりも夕日の方がまだ戦える。グレインの言う通りだから、夕日を信じて私たちは援護に回ろう。諦めたら承知しませんよ。はい、特訓の成果見ててください。
なかなかの使い手のようだな。この魔力頑張ったな夕日。もう大丈夫だ。物語は何度でもここから始まってゆく。大抵はハッピーエンドへと続いてく。故に起承転結、僕らのコマで転がってゆく。幸いまだペンは握って離さない。インクが滲んだってほら次のページへくしゃくしゃになったってやり直せない日々を綴れ。いつか蘇ったるを今を愛しく思えるように。今の僕たちはきっと今だプロローグで浮き足たちで不透明な水も甘いのかき殴れ。そして僕たちはいつかピリオドの向こうであらこだ笑いながら後悔しよう。何度泣くとしたって最後の最後笑えればいいさ。そして物語は何度でもここから始まってゆく。The Ambition。次回本気出すのは2度目です。